荒川が末古紙の国に至るか。寿永より失われたる器、三千世界より来たれり、仁義の差がを備えし者、我が大望を叶えるきっかけとなれ。御大将、軒猿どもが越前一条谷近辺にて織田の軍勢を発見したっすよ。案外早く着いたみたいね。それだけ織田が強いってことかしら。そうでもないみたいっす。どうやら敦賀と手筒山どっちも鬼がさっさと退却しちゃったらしいっすよ。退却？鬼ってけだものでしょ。逃げるってんならともかく退却するってどういうことよ。さあ、そういう報告を受けたってだけでよくわかんねえっす。頭がいるってことかしらね。頭っすか？そう、けだものを制御する調教師猿回しがいるっていうなら鬼の動きも納得できるわ。なるほどっす。けど厄介っすね。ほんと厄介だわ。あいつら大して強くもないし、すぐに鬼が逃げちゃうし。そりゃ御大将の威圧感は半端ねえっすし、そもそも御大将には神仏の加護があるんすから、鬼が逃げるのも当然っす。けだもののくせに臆病すぎんのよあいつら。せっかく越前組んだりまで来たんだから、もっと私を楽しませてくれないと。無茶言うっすね。で、織田の方はどんな動き？それがどうやら織田、松平、浅井の連合軍の中に源氏の白龍家がなびいていたらしいっす。何それ？公方が織田についたってこと？すかね。軒猿が言うには白龍家の横には二つ引き領もあったらしいっすけど。へえ、あの和葉様がね。どういう風の吹き回しかしら。わかんねえっす。で、どうするっす？観戦よ観戦。こんな面白そうな戦見逃したらダメでしょ。了解っす。けど御大将、さっさと帰らないとアキコさんうるさいっすよ。わかってるわよ。この戦が終わったら帰るってば。ならいいっすけど。さて、織田の力、鬼の力、とくと拝見させていただきましょう。進軍の合図ですね。ふむ、いよいよじゃな。和葉様、少しは落ち着いてくださいますように。ふむ、気をつけよう。東西2丁、南北1里程度。一条谷川下流沿いの細長い谷合に築かれた城と城下町を合わせて一条谷と呼称されると母に聞いたことがあります。雫の御母堂というと黒田の元高殿でしたか？母を知っているのですか？風の噂程度には。律儀で温和、しかしながらその法寸には深みのある知恵を持つ賢人と聞いております。雫を見ればその噂は本当だったと信じられますね。ありがとうございます。多少の不便はありましょうが、一条谷の南北は袋の口のように狭まっており、外敵の侵入を拒絶するまさに難攻不落の地でありますよ。
攻められづらいってことはそれだけ人が集まるってことなのかな。ヒヨさんなかなか鋭いですわね。一条谷には応仁の戦火を逃れた公家たちが身を寄せ、一時は北の都とまで呼ばれた町なのですわ。公家だけでなく風流人や高僧、果ては好意ではあるが無力な侍たちも移住したと聞く。そんな一条谷も今では。やれやれ、コロ殿は陣中の士気を落としたいと見えますな。変なこと言ってごめんなさい。ハニーの言う通りですわ。鬼に占拠された一条谷を解放し、越前を取り戻すことこそ我らの使命。そうだよね。そのために私たちは上洛して越前までやってきたんだもん。そうだよコロちゃん、一緒にたくさん頑張っちゃおう。とはいうものの、一条谷の入り口は南と北の細道のみ。戦いはかなり厳しいものになるでしょうね。前向きに考えれば入り口は2つもあるということであろうな。そうとも言えません。両脇には峻健な山が連なっている以上、北の入り口から侵入を試みるには飛騨を通って越中加賀より至るしか道はない。前向きに考えれば入り口は一つで迷う必要もないということであろうな。参りました。確かにその通りです。入り口は一つしかないとなると大軍の持ち味が発揮できません。力押ししか方法はないですね。まあ和葉様がいかに前向きであろうとも嫌な地形であることには違いありませんな。時間があるならば南北の出入り口を長期にわたって封鎖し、兵糧攻めと行きたいところですが。そうですね。でも2年ぐらいはかかりそう。人命を無駄遣いするよりはマシでしょう。ガチで殴り合う必要があるでしょうな。それじゃ被害が大きくなっちゃうの。どうにかして脇をつくことはできないかな。言うはやすし。しかし谷合の町と説明した通り、一条谷は峻健な谷と山に囲まれた町ですからね。砲撃の威力を効果的に発揮するために必要な戦力を率いて、谷越え山越えは健介隊といえどさすがに無理があるでしょう。無理がありますからね。何をこちゃこちゃと細かいことを。横がダメなら正面玄関から殴り込めばいいのですわ。ふむ、よくぞ言った蒲生の。公方様よりのお言葉光栄ですわ。おー、ご覧くだされ健介殿。この陣中に季節外れのボタンが大輪の花を咲かせておりますぞ。いやー、見事見事見事ですな。あはははは。そういう時もござるのですよ。あのチンクシャが武功を挙げるのはそれはそれでムカつきますけれど。ところでお頭、私たち健介隊って結局のところどう動けばいいんでしょう。よく考えてみると私たちが入り込む隙間なんてないように思えるんですけど。確かに先方は戦国最強を謳う森一家、その後ろには
東海道にその名を響かせる松平衆。機内随一の江北衆や戦上手の鬼柴田、その横には安定性抜群の米五郎座に売り出し中の織田の三和か。そのメンツでは抜け駆けして武功を上げることも叶いませんわね。なーに、そこは源氏の白龍騎と二つ引き両を押し立てて道を開けさせれば。それはさすがにそれがしが許しませんよ。まったく、なんつう御大将なんですか、あなた様は。ダメか。ダメに決まっているでしょうが。後方よりの奇襲に備える。確かに健介様のご心配もわかります。敦賀より小部屋を使って撤退した鬼たちが後方より襲いかかってくる。確かにあり得る話です。少し探りを入れてみましたが、撤退した鬼は自分の知る限り一条谷に入った形跡は見つかっておりません。我らを撃滅するのが目的ならば、後ろか横かというところが現実的な判断でしょう。来たらどうしますの？でも、もし本当に背後からの奇襲があったら退路が断たれちゃいます。そうなったらクオン様をどうやって落とすんです？そこは考えていなかったのですね。いいえ、健介様に完璧な作戦を立てられてしまっては、あなたを支える幸せをかみしめられませんから。コナミさん。は。物見に出ているコナミさんなら、この辺りの地理をある程度把握できていると思います。それを教えてください。ではお話しいたします。なるほど、わかりました。背後からの奇襲を足利衆、姫路衆を含めた健介隊で受け止めた後、すぐに本陣へ使い番を出し、今から言う退路を指示してください。退路は一条谷より西、一度敦賀に向かい、そこから南下して沓木谷を通り都に向かう。これが比較的安全かつ最短の道となるでしょう。敦賀は大丈夫なのかな？一度去った鬼が戻っている可能性もありますが、奇襲してきた部隊を突き抜けて南下するよりまだしも安全でしょう。沓木谷にたどり着けばほぼ基地を出したと見て間違いないでしょう。沓木谷か。沓木谷といえば確か。今は元綱殿が当主をしておられますな。昔一時期お世話になりましたが、一筆計上しておきましょうか。どうする主様。ではそのあたりをぼかしつつ、もしかしたらということで適当に伝えておきましょう。それで大丈夫なの？元綱は時勢に聡いやつだ。見当はつくだろう。双葉にも伝えておくか。いや、双葉の性格をよく分かっているな主様。きっとそうなろう。
主様の考え通りで良いと思うぞ。でも後ろからの奇襲を本当に私たちだけで止めることができるんでしょうか？仮に止められたとしてもクオン様を逃がすのは至難の業な気がします。鬼が満ち満ちてやがるな。はは、なかなか楽しそうな狩り場じゃねえか。おうよ、腕が鳴るのクソガキよ。てめえ小便ちびってんじゃねえぞ。母こそな。抜かすわ。そろそろ始めっぞガキ。おうよ、森一家のクソバカども、人間捨てる覚悟はできたか。一条谷の中刈り取るのに手こするほどの鬼どもが手ぐすね引いて待っていやがる。稲穂はいくらでもあんだ。収穫の時に喧嘩すんじゃねえぞてめえら。よーし、気合十分だなこのけだものどもが。いいか、鬼どもは森一家で独占すんぞ。鬼ども根こそぎ狩り尽くせ。やれやれ、なんて先導だ。よく言えば普段通りということでしょう。まあ武功も期待通りあげてくれればよいのだが。織田家最強の森一家ですもの。きっと期待に応えてくれますよ。そう願おう。では麦穂、戦機は逃すなよ。心得ております。美月様こそ武運を。おうよ。松平衆集合なのです。いいですか、この戦こそ三河武士の力を日の本中に響き渡らせる絶好の好機なのです。三河の殿さんの凄さを日の本全土に知らしめるため、みんな元気よく死んじゃうですよ。あやな、もうちょっと言い方があるでしょうに。違うです。元気よく死ぬんじゃなくて命を惜しまず働けとか。じゃあそれです。いいですか、みんな殿のために元気よく死んじゃうのです。めんどくさい。やれやれ、さすが三河武士は面倒ですな。何ですか腐れ割れ目のくせに、また文句つけるですか。いえいえ、めっそうもない。ただ面倒だなぁと。何が面倒です。三河武士は元気いっぱいに死ねる殿さんの中心なのです。バカにしてたらその腐れ割れ目にトンボ切りをぶっ刺してやるですよ。あやな、ゆうき、お下がりなさい。は三河の友たちよ、この戦は越前のみならず
この日の本に迫る暗雲との初戦になるでしょう。三河の勇者たちよ、松平家のためだけではなく、この日の本のためにその命私に捧げてください。我ら三河武士、いつなりと殿さんに命を捧げる準備はできているのです。ほらねじゃない。手当て上手な者は勢いで切腹したこの者の手当てを。あやな、あなたが率先して先導してどうするの。あいや、ダメです。こんなところで無駄に命を落とさせるより、戦場で葵様に見られながら死ぬ方が名誉でしょ。かよは難しいこと言うです。簡単なことでしょ。まったくもう。二人とも静まりなさい。さっきのもの、良き武者ぶりでした。それでこそ三河武士ですが、皆の命は戦場で大輪の花を咲かせるもの。この日の本を救うため存分に励みなさい。さあ、三河武士の名にかけて鬼どもたくさんやってやるです。うわぁ、森一家も松平衆も、何あの意味のわからない勢い。一番怖いのは葵ちゃんだね。淡々としすぎてて何考えてるのかわかんないよ。律儀者で通ってる葵さんの新たな一面を見た気がするよ。まさに暗黒面だね。一苦手なんだよね、葵ちゃん。まあいいや。それよりまこっちゃん、機内屈指の実力と謳われる東北武士の棟梁としては、織田最強の森一家と東海一の松平衆には負けていられないよね。それはそうだけど、あんな嫌いな先導、僕にはできないよ。大丈夫、まこっちゃんならきっとやれるから。無理だって。もう相変わらずビビりだな。なら一が代わりにやってあげるから、まこっちゃんちゃんと見ててよね。一だって、東北のみんな、たけってる？たぎってる？よろしい。先方はあの森一家だし、その後ろには松平衆とかいるけど、うちだって負けてられないっしょ。良いお返事。じゃあみんな、北近江最強と呼ばれる浅井衆の力、天下に献礼しちゃおっか。それじゃあ突撃。一が棟梁になった方が、うちの連中は力を発揮するんじゃないの？先方、時報ほか各陣営より時の声が上がりました。そろそろ先端が開かれるところでしょう。であるか。いよいよですね。そうだな。金冠よ。はっ。貴様はこの戦いで何を望む？いや、よしないことを口にした。貴様は貴様の思う通りに動けばよい。